現状ちょっとこう90度ぐらいまで切れちゃうんですよね。この段ボールの型紙のこんにちは。今回はですね、この辺りハンドル周りでちょっと発生している問題を解決していこうと思うんですけども、やろうと思っている内容がすごくこう地味なものなので、ご覧いただく映像も地味で退屈なものになってしまうかもしれないんですけど、なんとか十数分おやつでもつまみながらお付き合いいただければと思います。で、何が問題かってことなんですけど、このハンドルがですねこんな感じで、現状ちょっとこう90度ぐらいまで切れちゃうんですよね。反対側も同じように切れますけども、でこれがなぜかっていうことで、以前の動画でもちらっとお話ししたことがあるんですけど、このフロント周りのパーツ、トップブリッジとか三つ股とかこの辺り全部なんですけど、CG125 っていう全然違うバイクのものを流用して使ってるんですね。でそういうものを使った場合にありがちなことなんですけど、つくにはつくけれどもちょっと端々に問題が出るというのの一つで、ここの黒いポッチ、これがハンドルストッパーで、これがここに当たってハンドルが止まるんですけど、要はここまで切れないと当たらないということなんで、これがですね、このぐらいの位置で当たって止まるように、何らかの加工をしようというのが一つと、であとハンドルロックをここに取り付けることができるんですけど、このロックのバーがですね、ここから下からニョキッと出るんですけど、そのバーを受けるこっち側の穴位置が合わないんで、ロックがかけられないということなんで、その辺もちょっと加工してハンドルロックも使えるようにということでやっていこうと思います。でここのストッパーがどうやってかかるようにするかなんですけど、方法はいろいろあると思うんですが、今回はちょっと先々やりたいカスタムがあって、それにも流用できる、部品を作ろうってことでじゃんと、こんな感じのまたちょっと不気味な型紙を段ボールで作成してみました。こんな感じなんですけど、これをですねちょっと取り付けてみます。じゃんと怪しい段ボールの型紙取り付けてみました。つけた雰囲気はこんな感じですね。でこれ取り付いてる状態でも何のことやらだとは思いますが、この黒いポッチがですねここのところに当たって止まるように考えてまして、こう切れてくると、ここで止まるという感じにしてみようと思ってます。で取り付け自体はフレームにもともと開いてる、タップ切った穴とかがあるんで、こういうところをちょっと使って取り付けてみようと。で、最終的にというか、後々これをステイにしてちょっとこの辺で、取り付けたいカスタムなんかもあるんで、そういうことも踏まえて今回はこういう形で作ってみようと思います。じゃあ早速これ作っていこうと思いますけれども、材料は他のバイクのカスタムで使ったものが残ってますんで、その辺りを使っていこうと思います。でこれがまずベースの部分 3mm 厚の鉄板ですね。カインズのおなじみのやつです。であとこの部分ですね、これを鉄板を折り曲げて作るかこうやってくっつけて作るかちょっと迷ったんですけど、今回はくっつけて作ろうってことで、3mm 厚のアングルが欲しいんですけども、こんだけしか残ってなかったんでこれ1本買ってきました。おなじみのやつです。でこっちなんですけど、ここにストッパーが当たることもあって、ここの部分ちょっと強度が欲しいなってことで、この羽みたいなやつに関してはこの 4.5mm のアングル、これも残り物ですけど、これを使って作ってみようと思います。じゃあ早速ですね、鉄板の方を切り出していこうと思うんですけど、これをもうちょっとだけスマートにしたいと思いまして、一応フレームの方ですね、穴のピッチなんかの寸法を測ってきました。でこれに合わせて、もうちょっとだけスマートな型紙を作ってみようと思います。こんな感じですね。
まあそう大しては変わらないですけどね。こちらの型紙で切り出していこうと思います。こんな感じで、フリーハンドで適当に見えるんですけど、実際適当で、どうせ切る時にずれたりとかするんで、最終的には現物合わせてってことでこの線に沿って切り出していきます。こんな感じで、ここのとこちょっと苦労しましたけど、どうせまた後で修正することになるんですけど、一応切り出しまでできました。じゃんと。で、切り出した鉄板を成形しまして、今こんな感じですね。面取りと穴開け加工ですね。この段ボールの型紙の展開図っていう感じですね。で、早速これを組み立てていきますけども、なんかちょっとここへ来て本当にこれでうまくいくのかなと心配になってきましたけど、そういう不安は一旦無視して進めていこうと思います。とりあえずこんな感じになりました。がっちりくっつけたつもりですけど、一応反対側も溶接しておこうと思います。こんな感じになりました。もうちょっとうまくならないもんかと思いますけどね。ちょっと削って慣らして、それなりな感じにしようと思います。こんな感じになりました。形自体は当初想定していたものに近づいてきてます。あとこの部分はちょっと車体にあてがってちょっと位置を調整して現物合わせで穴位置を合わせてから、くっつけたいと思います。じゃんと。で一旦車体につけてみました。今こんな感じですね。ここの前側の取り付け部分
ここのところですね。あと最後溶接が必要なんですけど、今のところこんな感じで、だいたい当初の予定通りここまでは来てるかなと今ちょっとほっとしてます。で最後の溶接やっていきます。秘宝です。大変悲しいお知らせなんですけど、これ一応削ったりなんかして仕上げて、一回つけてみたんですよね。このネジはとりあえずのもんですけど、でこれ、一見これハンドルロックもきちんと効いて OK かなみたいな感じではあるんですけど、ここがですね、ここの下に当たってしまうんですよね。ほんのわずかなことなんですけど、ちょっとギリギリを狙いすぎて、このクリアランスがほぼないと。こっち側も結構ギリギリなんですけど、こっちはギリ当たらない。でこっちはちょっとすっちゃうと。でこの裏面をちょっと削ったりとかしてなんとかなんないかなとちょっともがいてみたんですけど、ならないでもないんですけど、結局これまた錆止めで色塗るとその塗膜分厚みが出るんで塗装が削れて早晩錆びるということが起きそうなんで、もう大変に残念ですけど、これ作り直します。これですね、映像でちょっと伝わるかどうか分かりませんけど、この隙間なんですよね。本当にあと1ミリぐらいのことなんですけど、ギリギリを狙いすぎましたね。結構頑張って作ったんですけど、しょうがないです。やり直しです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回ちょっと残念な結果になってしまいまして、でついでに左目もちょっと謎の充血で踏んだり蹴ったりなんですけど、でもこういうことも一生懸命続けていけばそのうちうまくなるのかなと淡い期待を持って、これからもやっていこうと思いますので、またお付き合いいただければなと思っております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ちょっとワンチャンスそこにかけてみようということでハンドル切ってみます。